マルハバ皆様、どうも、ののちゃんです。お元気にしていますか？今日はですね、エジプトのとっても美味しい食べ物を作りたいと思います。この食べ物はモロヘイヤなのです。皆様、モロヘイヤって知っていますか？もともとモロヘイヤはエジプトの料理なんですよ。今日は八百屋さんに行ってモロヘイヤを買いました。見てください。エジプトのモロヘイヤはこういう感じなんですよ。皆様、チャンネル登録とグッドボタン押してくださいね。お願いします。こういう風に私は動画を続けることができます。はい、ということで始めましょうか。やらびーなー。はい、最初は葉っぱを抜いていきます。こういう感じに抜いていってください。一つのポイントがあって、葉っぱのこの部分を残していってください。大事なんです。スープを作るときにこの部分はとっても大事なんです。ですね、葉っぱを1個ずつ抜くのは大変そうだったら、もう一気に、抜いても大丈夫です。こういう感じです。見てください。私はだいたいもう一気にパパーって抜いていっています。はい、こういう感じです。見てください。葉っぱたち一気に抜きました。面白いこと皆様に話します。昔々エジプト人はモロヘイヤは毒って思われたことがありました。で、毒って思ってたから食べてなかったですね。で、昔の時代がフクススという人たちがエジプトに入って、で、そのフクススがエジプト人が嫌いだったので、無理やりモロヘイヤを食べさせました。で、この時はみんなモロヘイヤが毒と思われたので食べたくなかったですね。で、エジプト人がモロヘイヤを食べた時、あれ？モロヘイヤは毒じゃない？あと、モロヘイヤはとっても美味しいと思って今まで食べ続きました。面白い話ですよね。はい、モロヘイヤをしっかり洗いましょうね。はい、洗い終わったらミキサーの中に入れていってくださいね。少しずつ入れてください。見てください。細かく切ってあるモロヘイヤはあるし、そのまま葉っぱのモロヘイヤはあるけど、心配しないでください。もう少し次のモロヘイヤを入れてくださいね。で、ミキサーをまたかけます。はい、最後のモロヘイヤを入れました。はい、しばらくしたら水分のモロヘイヤが出てきて、こういうネバネバの感じになります。もしモロヘイヤの水分が少なかったら少しお水を加えても大丈夫です。見てください。こういう感じになりました。最高です。最高の色、最高のネバネバ。もうパーフェクト。もし
量のモロヘイヤは多かったら冷凍できますよ。全然大丈夫です。私の場合は半分ぐらい作って他の半分は冷凍しました。はい、皆様、モロヘイヤスープ作っていきましょう。モロヘイヤスープを作るときは必ずチキンスープかお肉スープを使ってください。沸騰したスープを用意してください。沸騰したらモロヘイヤを入れます。私が使ったモロヘイヤは 250g ぐらいでした。250g は2人分を作ることはできます。沸騰したスープにモロヘイヤを入れていきましょう。入れたらすぐ混ぜてください。しっかり混ぜていってくださいね。今のモロヘイヤの感じはなんかまだスープみたいなので、もう少しモロヘイヤを入れていっていきます。皆様、塩はお好みで入れていってくださいね。はい、いい感じになりました。私はもう少し厚さが欲しいなので、もう少しモロヘイヤを入れていってきます。好みで入れても大丈夫です。ただ、チキンスープとかお肉のスープ多めに使ったらモロヘイヤも多めに使います。だから最初からスープは少なめで少しずつモロヘイヤを入れたらいいと思います。はい、沸騰するまでに待ちましょう。そのうちに、他の材料を用意しましょう。ニンニクとコリアンダーがとっても必要なのです。両方ともお好みで入れていってください。はい、フライパンにサラダ油を入れてニンニク入れましょう。ゴールデン色になったらコリアンダーを入れましょう。ここからとっても大事なのです。モロヘイヤが沸騰したらフライパンの中にある材料たちを一つスクープモロヘイヤをフライパンに入れてしっかり混ぜましょう。で、混ぜたらすぐモロヘイヤにあるパンに戻しましょう。これはとっても必要なのです。モロヘイヤをフライパンの中に入れた瞬間にニンニクとコリアンダーの匂いを取って美味しくなります。もうここの部分はしっかりできてなかったらもうモロヘイヤはできなくなりますね。はい、今までモロヘイヤはずっと弱火にしてくださいね。強火に絶対しないでください。強火にしたらもう沸騰しすぎてダメになります。ずっと弱火にしてください。はい、こういう感じになりました。いい感じになっていきますね。ネバネバが出てきて、匂いもとってもいいです。もうモロヘイヤスープは出来上がり。火を止めて20分くらい置いていきましょう。ここのところは蓋を絶対閉めないでください。蓋を閉めたらモロヘイヤの葉っぱを落ちてきてダメになります。モロヘイヤと食べるライスを皆様に教えます。フライパンに少しサラダ油を入れてライスを入れてください。例えばライスを2つカップを炊くんだったら1つのカップのライスをフライパンに入れてください。で、他の残っている1つのカップは炊飯器の中に入れてください。で、フライパンの中にあるライスがもうゴールデン色になったら炊飯器に入れていってください。それだけです。もう匂いも味もとっても良くてモロヘイヤにとっても合います。はい、出来上がりました。モロヘイヤスープはこういう感じですよ。もうとっても美味しいです。ライスもよくできています。伝統的なモロヘイヤの食べ方はウサギと一緒に食べます。私はウサギあんまり好きじゃないので、もうチキンと一緒に食べていってきます。だけどエジプトに来たらだいたいモロヘイヤは
ウサギと一緒に食べることになっています。ぜひぜひモロヘイヤを作ってみてください。作ったらぜひコメント欄に教えてくださいね。今日の動画はここまでにします。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押してくださいね。じゃあ次回の動画にお会いしましょう。マッサレーマー。